私は夫の連れ子のまゆこと3人暮らしなのだが、まゆこは結婚して2年経っても私をお母さんとは呼ばず他人行儀だった。しかし夫が出張中のある日、初めて私にこう呼びかけたのだ。お母さん、実は。そう呼ばれて嬉しく思ったのもつかの間、まゆこから告げられたのは生みの母親である前妻からのとんでもない要求だった。前妻はかつて幼いまゆこを放置し、命を危険にさらしたことがあった。私はそんなことをした彼女を決して許してはいない。愛する家族を守るため、私は前妻との対決に挑むことにした。私の名前は星名恵美子。年齢は35歳で、同じ年の夫の匠と11歳になる娘のまゆこと暮らしている。娘といっても、まゆこは夫の連れ子で、私と血のつながりはないのだが、娘のことは大事に思っていた。それというのも、私が夫と結婚したきっかけは、2年半前にまゆこと出会ったからだ。私は父が社長を務める不動産会社で働いているのだが、アパートの家賃を滞納して連絡が取れなくなった借り主の対応をすることになり、マスターキーを使ってその部屋に入ると、痩せ細った少女がゴミだらけの部屋の片隅で目を丸くしてこっちを凝視していたのだ。一瞬動揺した私だったが、よく見ると綺麗な顔立ちの女の子で、ちゃんと私に向かってこう言った。こんにちは。ああ、こんにちは。あなた誰？星名まゆこです。それがまゆことの出会いだった。話を聞くと、まゆこは母親と二人暮らしをしていたが、数日前に母親は出て行ったっきり、戻ってこなくなったらしい。どうすべきかと思い悩んでいると、まゆこの様子がおかしいことに気がついた。肩を上下させて呼吸しているのだ。体に触れてみると、すごい熱だった。私は慌てて、まゆこを車に乗せて最寄りの病院に連れて行くと、肺炎で入院となった。その子が身につけているものも、薄汚れた服に首からぶら下げたアパートの合鍵のみで、身元確認のために通報することになった。私は乗りかかった船だと思い、親が見つかるまで病院で付き添うことにした。まゆこは痛い注射や苦い薬にも泣き言一つ言わず我慢して、私が食事の介助やトイレに車椅子で連れて行くたびに礼儀正しくお礼を言った。そして夜眠っている時は寝言でママ、パパとつぶやいて涙を流している。そんなまゆこの様子に私は胸が締め付けられるような思いがこみ上げてきて、まゆこを放置している両親に対し強い怒りを覚えたのだった。入院して数日すると、まゆこはすっかり元気になり、私たちはお互いのことを話す余裕も出てきた。まゆこは父親のことは明るい表情で話すのだが、母親のことになると暗い表情で口数も少なくなる。やがて連絡がついた父親の匠が病院にやってきた。父親の姿を見たまゆこは、今までこらえていたものが席を切って流れ出したかのように泣きじゃくり、年相応の子供らしい甘える様子に私も涙が止まらなかった。匠が言うには、離婚したものの自分は仕事をしているので、母親側が子供を引き取って養育費を払っていたのだが、こんなことになっているとは知らなかったというのだ。それを聞いた私はきつい口調で言った。仕事を言い訳にするのも違うし、養育状況をちゃんと確認すべきよ。お金さえ払っとけばいいと思い込むなんて、あなたは父親としての責任感がなさすぎるわ。あなたの言う通りです。もう母親のもとにこの子を置いてはいけない。ですが、僕は両親に先立たれて実家は頼れないし、仕事しかできない僕にこの子の面倒が見れるかどうか。
情けないことを言う匠に苛立ったが、ここで見捨てるわけにもいかず、私は匠が仕事中は真由子を我が家で預かることを提案した。その申し出に匠はすごく驚いたのだが、私もこれだけの文句をぶつけたのだから、多少の責任は負わねばと思ったのだ。私の実家の両親は、すでに真由子の事情を知っていて心を痛めていたので、真由子を預かることを了承してくれた。匠は母親の育児放棄を理由に、親権を自分に移す手続きを始めた。これは後で匠から聞いたのだが、母親は養育費欲しさで親権を手放したくないと言い張ったので、育児放棄を警察に通報しないことを条件に、親権を放棄させたのだそうだ。ただし、今後真由子に近づいたら、警察に被害届を出すことを強く言っておいたとのことだった。そうして真由子は無事に父親のもとで暮らし始めたのだが、男手で女の子を育てるのはなかなか大変そうで、私はたびたび相談を受けているうちに、父親の匠と親しくなった。少し頼りないところのある匠を支えたいという気持ちは、最初は真由子のことが心配だったからなのだが、徐々にお互いに好意を抱くようになり、結婚に至った。しかし、結婚後も真由子は、私を恵美子さんと名前で呼んで、お母さんとは言ってくれなかった。反抗的な態度を取るようなことはなく、遠慮ばかりして他人行儀すぎるのだ。私は夫につい弱音を吐いてしまうこともあった。まだお母さんと呼んでもらえないのよ。認めてもらえないのかなって思うと寂しいわ。すると夫はこう言ってくれた。認めてないとかじゃないよ。最初の出会いから君のことは名前で呼んでいたから、ちょっと言いにくいだけかもしれない。そうかしら。なら気長に待つわ。まゆちゃんに無理強いはしたくないもの。すると夫は笑いながらこう言った。君は僕には厳しいけど、真由子には本当に甘いな。もうどういう意味よ。いやー、最初に会った時の君はすっごく怖かったからね。夫は出会った当初の私の剣幕にかなり驚いたらしいが、こんなに真剣に自分たち父子に向き合ってくれた私に対して最初から心をつかまれていたと後で教えてくれた。夫の前回の離婚の原因は前妻の浮気が原因で、前妻が娘を引き取る代わりに慰謝料を免除して養育費を支払っていたのだ。前妻からの養育費の増額要求が何度もあるため、残業や出張をこなして支払い続けることが娘のためだと思っていたが、それが間違いであることを私に気づかせてもらえたというのだ。私もあの汚れた部屋の片隅にいた真由子のことを忘れてはいない。母親としてあんなことをする人間には正直憎しみしか感じなかったが、真由子にとっては生みの母親であり、まだ恋しいのだろうと思っていた。ところが、とある事件が起きたことで、真由子の本心を知ることになったのだった。ある日、夫が出張に行くことになった。夫がいないと、なかなか真由子は自分からは話しかけてくれないのだが、帰宅した真由子が突然私にこう言ったのだ。お母さん。まゆちゃん、今なんて。私は聞き間違いかと思ったが、娘はもう一度はっきりと私を呼んだ。お母さん、実はこれを捨てることにしたの。まゆ子は何かを握りしめた手を差し出した。その表情は真剣そのもので、私は初めてお母さんと呼ばれて嬉しい気持ちを押し隠していった。これは何？それは古びた鍵だった。私が不思議そうにそれを眺めていると、まゆ子が言った。これ、初めてお母さんに会った
あのアパートの部屋の鍵。そういえば、あの時まゆこは紐に通した鍵を首にかけていた。これを今までずっと持ち続けていたなんて、やはりまゆこは生みの母親と一緒に住んでいたあの部屋に帰りたかったのだろうか。これを捨てるってどういうこと？ママともう一度一緒に住みたかったんじゃないの？すると、まゆこは悲しそうに首を横に振ったのだ。違う。もしママがあそこに帰ってきたら、言いたいことがあったから鍵を持っていたの。でも、もうママに会えたから、いらなくなったの。それを聞いた私は驚愕して、思わずかすれ声になった。あったって、いつ？するとまゆこは、驚くべきことを話し始めた。まゆこの生みの母親が学校帰りに突然現れて、まゆこを引き取りに来たと言ったのだ。戸惑うまゆこに母親は、週末に迎えに来るから、育ての母である私に養育費を準備しておくよう伝えておけと言ったのだそうだ。それを聞いた私は、その女の魂胆が読めた。金目当てのねだりに違いない。私は娘のまゆこを、私たち家族を守るために、一計を案じることにしたのだった。まゆこの実の母親とは、とあるレストランで会う約束をしたのだが、その日は私もまゆこも、ブランド物の服やアクセサリーを身につけた。いかにもお金持ちの雰囲気を出して、相手の欲深さを刺激するつもりだった。私はまゆこに言った。私が何を言っても、私を信じてね。レストランの VIP 席で待っていると、まゆこの実の母親が現れた。はじめまして。まゆこの母の美穂です。美穂は私の身につけたアクセサリーやブランドバッグをしげしげと眺めて、にやりと笑った。さすが、社長でしょうね。そのバッグはブランド品でしょ？まゆこもブランド物の服なんか着て、いい暮らししてるのね。私は澄ました顔でこう言った。こんなの大したものじゃありませんわ。それより、美穂さんから妙な申し出があると聞いたのだけど、本気ですか？そう言いながら、私はテーブルの上にブランドバッグと分厚い封筒を並べておいた。すると、その封筒を目にした美穂の目が、ギラギラと獲物を狙う猛獣のように見開かれたのだ。私は続けて言った。確か、娘を自分が引き取るとかなんとか。美穂は満面の笑みで答えた。そうなんですよ。やっぱり可愛い娘ですからね。私の手で育ててあげたくてね。でも、父親である慎吾にも相談しないと決められませんわ。でも、こうして実の母親から娘を奪っているという状況については、どう考えているのかしら。奪っている？そうですよ。そっちは私が娘と暮らす幸せを何年も奪ってるんですよ。こう言っちゃなんですけど、それって私は被害者と言えるんじゃないかしら。それもそうね。私はつぶやいて、思わせぶりに分厚い封筒に手を置き、指先でトントンと封筒を叩き始めた。それを見た美穂は、自分の思惑通りに話が進んでいると思ったらしく、さらにこう言った。何もね、我が子同様に可愛がっているあなたから、まゆこを引き離すなんて、私も鬼ではありませんからね。ただし、ちゃんと見返りはもらわないと、こちらも引き下がれないのよ。私は美穂の言いたいことがわからないふりをして、こう言った。見返りって、具体的にはどんな？わかるでしょ？いえ、すみません。そういうのちょっと私疎くて。
とぼける私に苛立った美穂が身を乗り出してきた。もう、お金よ、お金。お金ですか？わざとらしく大きな声で聞き返すと、美穂は大きくうなずいていった。そうよ、当たり前でしょ。私だって大事な娘を手放すのよ。私はそんな美穂の言葉を遮っていった。おっしゃることはよくわかりました。美穂さんにとって真由子は大事な娘なんですね。そうよ、やっとわかってくれたのね。はい。ですから、真由子は美穂さんの元で育てることにしてください。え？じゃあ、真由子、本当のお母さんのとこに行ってね。真由子は黙ってうなずいた。どうやら真由子は私を信頼して、うまく話を合わせているようだった。美穂は慌ててこう言った。ちょっと、なんでそういうことになるのよ。あ、それから、美穂さんはうちにその見返りとやらをくださるんですよね。だって、真由子を手放す方がお金をもらうことになるんでしょ？私がにっこりと笑ってそう言うと、美穂は怒りで顔を真っ赤にして怒鳴り始めた。はあ？何ふざけたこと言ってんのよ。意味わかんないこと言ってんじゃないわよ。さっさと金をよこせ。そう言うなり、美穂は私がテーブルに置いた分厚い封筒を奪い取った。これはいただいてくよ。そう言って封筒の中身を覗き込んだ美穂はポカンと口を開けたのだ。何なのよこれは。お金じゃないじゃないの。こんなのいらないよ。そう言って美穂は封筒の中身をぶちまけたのだが、それは数枚の折りたたまれた書類だったのだ。私は椅子の背もたれにゆっくりともたれかかっていった。あらあら、その書類は数百万円の価値があるものだけど、いらないなら仕方ないわね。嘘、やっぱりもらうわ。美穂は急いで書類をかき集めると封筒にしまい込んだ。それでこの書類をどうすればお金に換えられるのさ。私は美穂が自分のカバンに封筒を入れるのを確認してからこう言った。それはね、私の大切な娘に対して過去に育児放棄をして命の危機に陥らせた被害届の写しなの。うまく勝訴すれば300万円はもらえるわ。300万円、それはすごいわね。どうやら美穂は金額だけ聞いて自分のこととは思っていないようだ。私は呆れながらさらにこう言った。そしてね、親権がないくせに私の娘を引き取ると言って強制たかりをした人間に対する被害届の写しもあるの。これも勝訴したら賠償金で300万円くらいいただくつもりよ。さすがにここまで言われると、美穂は訴えられるのは自分だと気づいたらしく、唇をわなわなと震わし始めた。強制なんて誤解よ。それに育児放棄とか昔の話でしょ。焦った口調でそういう美穂に対して私は鋭い口調で言った。夫は親権を移す代わりにあなたの育児放棄を見逃したらしいけど、まだ時効にはなってないから訴えることは可能なの。あなたがこれ以上お金目当てで娘を利用しようとするなら私も容赦はしない。美穂はがっくりと肩を落としてうなだれた。私はそんな美穂に少し口調を和らげていった。あなたもかつてはこの子の母親だったんでしょ。もうこんな真似は二度としないで。わかったわよ。もう金輪際あんたらとは関わらないわ。そう言って背を向けた美穂に真由子がこう言った。ママ、さようなら。元気でね。美穂は振り返らずにレストランを出て行ったのだった。私は真由子に言った。
ねえ、まゆこがママに言いたかったことって何だったの？まゆこは寂しげに微笑んで言った。お別れが言いたかっただけ。その日以降、まゆこは私に対する遠慮や緊張がなくなり、自然にお母さんと呼ぶようになった。私もこれまでまゆちゃんと小さな子に対するように呼んでいたのだが、この日からまゆこと名前を呼ぶことにした。まゆこの中で実の母ときちんとした決別をすることは、私の本当の娘になるための大事なステップだったのだ。夫が出張を終えて帰ってきた頃には、まゆこはもともとそう呼んでいたかのように、自然にお母さんと私に呼びかけていたので、夫は驚いて尋ねた。これはどういうことだ？僕がいない間に何があったんだ？私が夫が不在の間にあった出来事を話すと、夫は前妻に対してすごく怒っていたが、やがてため息をついてこう言った。君には何度も助けてもらっているな。本当にありがとう。私は夫に言った。私こそ、あなたと出会えて素敵な家族を持てたのよ。本当にありがとう。私は愛する家族を大切にする気持ちを持ち続けていれば、どんな困難なことも乗り越えられると思っている。夫と娘と過ごせるこの幸せに感謝しながら、今このひとときを大事にしていくのだ。